序盤で作れて経験値と資材が無限になる3層構造の天空トラップタワーをご紹介。5層から最大7層まで作れる作り方も丁寧に解説。初心者さんでも安心です。それでは作っていく。まず作るバイオームなんですが、動画の説明欄に作る前の注意点記載してます。必ずご覧ください。よく海の上でも作っていいですかっていうご質問いただくんですが、海にはこのようにドラウンドがいます。ドラウンド混じってくれた方がむしろトライデントゲットして嬉しいんだけどっていう方、注意なのが統合版は分ける敵の数が上限決められてます。天空トラップタワーに上がる際にドラウンドがずっと読み込まれた状態だと天空トラップタワー一切起動しなくなっちゃうんですね。で対処法とかはあるんですが、そちらは説明欄に記載します。今回は分かりやすいように平原に作りたいと思います。そして作る前の注意点長くねって話なんですが、作り始める箇所、ここからね縦積みドカーンとしていきたいと思うんですけども、下にですね一回松明を置いておくとより安心です。作り終わった後下真っ暗になっちゃいますんでね。でここから一回縦積みしていくわけなんですが、合計2スタック伸ばしちゃってください。なので数えるの大変なんであらかじめ手に持っておくといいかもしれない。今私クリエイティブなんでドカーンと伸ばしちゃいますが、皆さんはもちろんサバイバルのままで OK です。近くに川はないようにしてください。この塔から半径20マス以内に川がないようにしてください。川の真横避けてくださいねぐらいで覚えてもらって OK です。川の上にはねクリーパーが湧かないんですよ。天空トラップタワークリーパーも湧かせたいので2スタック立て終わりました。もうだいぶ高いです。今上から見るとこんな感じなんですが、幅2マスにして奥に合計6マスになるようにブロック設置していきます。 2×6 の長方形ができました。この奥側にラージチェストをつけます。でラージチェストはしゃがみながらチェストにつける形で置くとつけることができます。そんでねこのチェストにしゃがみながらホッパーをジャンプしながらつけます。あとはね、またしゃがみながらこのようにつけていくんですが、これ必ずチェストに向かってつけてください。そしてチェストがどうしても開いてしまうよってことはこれしゃがめてないので、しゃがみながらつける。真正面から見るとホッパーの向きが真下向いてますよね。真上から差し込んであげる。アイテムをポーンとね投げるとチェストの中に入ってくれてます。ここまでできたら今上がってきた柱がこちらにあるんですが、追加で反対方向に2マス伸ばしてあげます。その上でこの上がってきたところ、これはしごで上がりたいんで、はしご側面から2個ぐらいつけてあげといてください。後でねつなげます。で湧き潰し必ずしましょう。上にトラップ作りますんで真っ暗になってここにゾンビ湧いちゃったりします。このホッパーの上にしゃがみながらハーフブロックを4枚つけます。その後もうねハーフブロックの上乗っかってもらって、ブロックでこのようにハーフブロックの側面につけると半分だけ出っ張ってくれますよね。これを四方にやっていきます。よいしょ。筒をね作ってあげるイメージです。で手前もしっかり置いてあげて、正面から見るとこんな感じになってるはずです。で上から見るとこんな感じになってます。今置いたブロックの上にもう一回積んで2段にしてあげます。そしたら下壊しまして上にトラップドアに張り替えてあげます。そんでこの状態で手前にハーフブロック置いて段差つけて処理するのがね簡単になります。ここまでできたら仮ブロックなので、上にちょっと上がっていただいて筒の上に立ちます。こうなったら追加ですよ。追加で19マス上に伸ばしていきます。すべて伸ばす。大きな筒が完成するイメージですね。19マス目までを置いていきます。ちなみにこのマス数必ず動画と一緒にしてください。1段高かったり1段低かったりすると敵が湧いてこなかったりします。このマイクロ難しいのが描画距離と演算距離っていうのがあるんですよ。なんですかそれもう難しい感じやめてってことじゃない。まず描画距離っていうのは見えてる範囲、どこまで見えるかですね。それで演算距離っていうのは敵や装置が読み込まれる範囲でございます。質問あったらぜひコメントください。全てお返事します。今ね上から見るとこんな感じになっているはずです。皆さんはねこの縁に立っていると思いますが、この状態で階段を設置していきます。この階段のくぼみが中心を向くのがゴールでございます。置いていくと上から見るとこんな感じになってます。くれぐれも中落ちないでください。ここまでできたらね、ブロックで四つ角をね階段の横埋めてあげます。よいしょ。さあこうなっていたら最高でございます。ちなみに木材でもいいですかっていうコメントいただくんですが、木材は、装置全般に言えることなんですが避けてください。なんでかというと雷とかで燃えた時に装置全滅するっていう危険性ありますんで、石系ブロックが一番安定します。そして皆さん今この縁に立ってると思いますが、
しゃがみながら階段の横にブロックつけてあげてください。これを合計、はい、ここから数えて合計ですね。1、2、3、4、5、6、7マス伸ばしてあげてください。階段から設置して1。はい、置き終えました。風車みたいな十字キーが完成しました。ここまでできたら、最初に置いた四つ角の上に2マス追加で縦積みして、この2マスの壁をドカーンとね、十字キーの外枠につけていきます。これ、注意しなきゃいけないのが、今上から見るとこうね、繋いでいきました。この上には置かないでください。必ず十字キーの外枠なので、出っ張らせる。これキーワードですね。これね、いや、ちょっと俺はめんどくせえからショートカットしちゃうぜっていう方は、ぜひマリオカートをね、プレイしていただきたい。ね、これもうマインクラフト、これショートカット厳禁でございます。で、ここで、はい、重要となりました。今見えましたね。最初に置いた、このブロックですね。四つ角に最初置きましたよね。このブロックの上を通過して、外枠を埋めていきます。はい、来ました。ここ。はい、先っぽ来ましたら、必ず浮かせてあげる。で、折り返して、もう一回中央行きましょうか。壁立てていきまして、はい、最初に置きましたね。この四つ角の上設置して、またしても浮かせていく。はい、ショートカット厳禁でございます。一応ね、不安な方は、追加したブロックが下床が7マスになってるかをご確認ください。これが6マスになっちゃってたらショートカットしちゃってる証拠になりますんで、マリオがね耳元でヤッホーって言ってる可能性あります。なんで必ず7マスにしてください。上から見るとこんな感じ。お次は十字キーの先っぽに立ちまして、奥1マス開けて2マス目の横にブロック設置してあげてください。このブロックを、はい、いきますよ。1マス伸ばしました。合計7マス伸ばします。3、4、5、6、7伸ばしました。そうしたらね、小さな四角を作るように、はい、このように繋いであげます。上から見るとこんな感じです。で、中はね、全部埋めてあげちゃってください。ドカーンと埋めまして、こうね、横置きするとすごく置きやすいです。今、このように通路のね、1マスすぼめて四角を作るっていうところをしました。これを4面やっていきます。はい。でも安心してください。もう一回やります。2マス目に7マス置いてあげる。1、2、3、7マス置きました。そしたら、はい、こっちの十字キーの先っぽに折り返してあげる。そうすると、はい、素晴らしい。で、あとは埋めてあげる。もうイージーですよ。もうね、視聴者さん、ここまでできたらね、いかんぜひ休憩しながらやってくださいね。結構疲れる作業だったりしますんで。はい、ドカーンと埋めました。ここまで来たらなんかもう嬉しいよね、すでに。必要素材に水バケツ2個必要と書いてましたよね。ここで一回無限水源を作るために、はい、4×4 のね、もうこれ仮ブロックで、土とか、ちょっと石とかでも全然いいんですけど、必ず後で壊します。壊すブロックを、4×4 作りまして、ドーナツみたいに、ブロックを設置して、ちょっとプールみたいに作ります。で、こういうね、ちょっと揚げパンドーナツみたいなのね、お腹減ってきちゃうってことですけども、こうなったら中に角にちょん1個水を置きます。で、もう1個水バケツあると思いますんで、反対側対角線にもう1個置いてください。そうすると小さな海ができます。無限水源です。試しに私もサバイバルにしてみました。角のお水を取ってください。そうするとまた水が戻って、これサバイバルですからね、水が無限に取れます。この状態を作ったら天空で水が無限になった男でございます。私この十字キーの先に立ちまして、奥に下付けハーフブロックを2個置きます。このハーフブロックめがけてお水を置いて行きます。2個置きます。なんとですね、見てください。上から見るとこうピターっとね、水が階段で止まってくれてるんですよ。そしたらまたね、先っちょに入りまして、お水を1個ずつ設置していく。で、皆さんはサバイバルでプレイされてると思いますんで、必ずね、またお水を取って、またこのレーンに行ってですね、ハーフブロックを置いて、お水を1個ずつ置く。で、ちょっと上上がれないじゃないですか、これ。取るときに。なんで、そういうときは、例えばトラップドアとかこの辺に置いて、壊して、登るっていうことをしちゃって OK です。でもしトラップドアとかない方は、この水流のどこかに、例えばこうやって土を置くでしょ。土を置いて、はい、もう登ります。壊せば、はい、勝手にね、戻りますんで安心してください。で、これを全部やっていきます。上から見るとこんな感じになりました。必ずチェックポイントとしては、はい、この階段のギリギリでお水が止まっていることをご確認してください。もし流れ出ちゃっている方はですね、さっき言ったショートカットしちゃっている方です。なので必ず階段を除いて、1、2、3、4、5、6、7、はい、7マス目にハーフブロック置きましたよね。ここの通路のマス数が7マスになってることを確認してください。漏れちゃってる方は6マスになってるはずです。必ず7マス。逆に届いてないという方は、むしろ8マスや9マスにしちゃってる方だと思いますんで、7マスにしてください。ここま
までできたら、はい、こちら、お水、一応ね、バケツで取っておいてください。はい、バケツ必ず取ってくださいね。バケツを2個ね、持った状態で、中にブロックを置いてあげてください。で、この置いた仮ブロックを全て壊す。そうすると、あら不思議。はい、さっきまであった無限水源がグッバイ。壊しまして、綺麗さっぱりこの形になってることをご確認ください。ここまでできたら、大量のトラップドアご準備いただきました。トラップドアを、はい、この通路のね、なんと、上の側面、はい、ここの位置ですね。ここの位置に、全部ドカーンと置いちゃうんです。っていう。通路に全部置くってことは結構使うわけですよ。ドカーンと置きまして。2枚連続で置かないでください、こうやって。こうじゃなくて、必ず、反対側の面からね、こう置いてあげると、今上から見るとこんな感じですごいね、なんか、壮大ですけど。トラップドアを付け終わったら、すべて開いてください。はい。そして開いた時に壁にピタッとね、ついてくれている状態。こうなっていることをご確認してください。ドカーンとね、やってるとほらなんかこう整列してすごいいいでしょ。すべて開く。こうなってたら OK です。なんでこんな難しいことするのキヨキヨさんってことですけど、僕たちはこういう風にプレイヤーなんでこうね、開いたり閉じたりして通路歩くことできるじゃないですか。で、僕たち分かりますよね。これは閉じている、開いている、分かります。そんな中で、ゾンビやクリーパーはトラップドアを開いてんのか閉まってんのか、これ分かんないっていう設定なんですよ。仕様なんですよ。超バカさんで可愛いですよね。あんな攻撃してきた、あんな爆発してくるのにちょっとおバカさんなんですよ。なので、閉めておくことによって、ゾンビからすると、床があると認識します。で、床あるなーと思ったら、あっち行きたいなーと思ったら、はい、落ちちゃうと。で、水流で、皆さんやんなくていいですからね。水流で、はい、下に落ちちゃうと。で、僕にやられる。そういう運命。それが天空トラップタワーでございます。ここまでできたら、まずはこの出っ張ってる4マスがあるでしょ。これ気になりますよね。この上に3マス追加で縦積みします。1、2、3、1、2、3、1、2、3ですね。で、今度は、このでかい四角に壁になるように、はい、この3マスをどんどん伸ばしていって、ぐるーっと囲っちゃいます。なんで、下降りてですね、しゃがみながら、3マスをこのように、浮かせる形で作っていくのがいいかもしれません。こちらもね、ショートカットしないように注意してください。必ず、ブロック浮かせて設置していく。あと、こう繋いでいくとですね、さっき言ってたこの出っ張ってる気になる4マスに、しっかりと接続するかをご確認ください。私もね、毎週土日の15時5分からハードコア生配信してるんですよ。ハードコアなんですのんってことですけど、1回でも死んだらワールド削除っていう、もうワールドには戻れないっていう、そういうモードがあるんですよ。それでやっててね、天空トラップタワー作りましたけど、もうほんと一番作ってよかった。ドカーンと壁立て終わりました。お疲れ様です。ここで超重要なことを発表いたします。皆さん、ハーフブロック持ちまして、まずね、このど真ん中、四つ角に上にハーフブロックを置いてあげてください。もちろん同じ色のブロックで OK です。ただ、視聴者さんに分かりやすいように色変えます。はい、このように、ね、中央の四つ角、はい、ハーフブロック置きました。で、超重要。ハーフブロックの横1マス開けて置く。1マス開けて置く。1マス開けて置く。で、また1マス開いて壁。ですよね。この状態をまず作ります。で、今ここ置き終わりました。そしたら横方向でしたよね、今は。下方向、縦方向にもこのハーフブロック置きを施していきます。一緒にやりましょう。1マス開けて置く。1マス開けて置く。1マス開けて置く。1マス開いて壁と。こうなったらですね、あとはここのハーフブロックを起点に1マス開けて置く。1マス開けて置く。1マス開けて置く。こう全部に1個の石の島っていうんですかね。この1個の面に対してこのようにハーフブロックを下付けで置いていきます。ゴールとしては 2×2 の四角、この床がないことをゴールにハーフブロックを置いていきます。このね、今の見えている四角を見ると 2×2 の連続した床っていうのはありませんよね。なんでキヨキヨさんそんなめんどくさいことするんですかってことですが、2×2 の連続した床があってしまうと、ここに雲湧いちゃうんですよ。雲湧くのむしろ糸欲しいんで俺嬉しいんですけどっていう方、雲はですね、こういうところに張り付いちゃうんですよ。つまり水流に来てくんなくなっちゃう。そうすると超冒頭に申し上げました統合版の枠対数というのは決まってます。雲を今対策してる。真ん中から1マス開けて置く。1マス開けて置く。1マス開けて置く。1マス開けて壁。はい、これを全部にやっていく。なんで、こんなね、1マス開けておくっていうわざわざ呪文を唱えなくても、このような形で、まず1列目まで、一緒にやりましょう。1列目まで1マス開けて置くを徹底してですね、よいしょ。あとは、この列に対して1マス開けて置いていくだけで完成します。すべての視力を使って目視してください。上から皆さん見ることできませんが、こうなっているはずです。これ歩きながら点検してください。
ここまでできたらお疲れ様です。端に立ちまして、ここから蓋をすれば、もちろん天空トラップタワー動きます。一応。ただ、結構効率が悪いです。なので、これを1層目とした場合、3層を作ります。3層を作ることによって、作ってよかったなと思える収穫になるんですよ。では、どうやって作るのか、今からお見せします。簡単です。一緒にやりましょう。この水流の 2×2 マスは残して、4つの島があるじゃないですか。この側面に作っていく。水流のキワキワのところ、これをですね、合計8マス伸ばす。1、2、3、4、5、6、7、8。はい、そうすると、はい、上から見ると、ちょうど重なってますでしょ？なので、あとは折り返して、大きな4枚の、四角を作っていくイメージですね。はい、こうなったら、はい、このように埋めていく。ここね、視聴者さんからすると、きよきよさん頼むから飛ばさないでくれと。はい、3層完成しましたって飛ばないでくれと。私ね、結構視聴者さんに、テンポよく見ていただきたいんで、飛ばしちゃってた過去もあります。でもここじっくりいきます。水路のね、2マスを分けて、この下の土台にちゃんとリンクするように、はい、8マス伸ばしていきます。そして8マス伸ばしたら、はい、下と一緒ですね。水路を避けながら、このように四角の面を作っていく。で、はい、埋めていきます。これをまず4回やりましょう。ドカーンと起き終えることができました。お疲れ様です。で、ここまでできたら、はい、おさらいしていくだけですよね。あとは、トラップドア置きました。で、さっきは一気に置きました。でも皆さんもう慣れっこです。一列置いたら開いちゃう。ね。そして、反対側から置いて、開いちゃう。もうプロです。あなたは天空トラップタワーのプロと言っていい。2層目に作り出したあなたはプロだ。いいですか？自分を鼓舞して、休憩しながらやってください。ドカーンとね、はい、このような形で置いていきます。セルフトラップにならないようにご注意ください。置き終えました。お疲れ様です。そしたら、一回ね、分かりやすさ重視のために壁を3マス立てます。追加で3マス立て積みしてドカーンと。あとはさ、ほらさっきはさちょっと浮かばせてやってたでしょ。簡単です。ドカーンと3個ずつ積んでいくだけ。いけますよ。ここまで来たらいけますから、皆さん好きな音楽聴きながらやってください。ドカーンと壁立て終わりました。そしたら中に入りまして、はい、皆さん今覚えてますよね。真ん中の四つ角にハーフブロックを置いてください。そして1マス開けておく、1マス開けておく。これをただ繰り返すだけ。Easy question for me。 必ずでもね、侮らないようにしてください。侮って2マスの床できちゃうとこれ大変なんで、必ずここは結構集中力は使ってもいいはずです。よいしょ、置いていきます。おい、 OK。 皆さんお気づきだと思うんですけど、2層目3層目意外に置くだけなんですよ。水路とかさ、マス数そんなに気にしなくていいでしょ。水路1回でいいんですから。はい、2層目が完成しました。だいぶ早回しでやっていきましょう。3層目ご安心ください。水路を開けたギリギリのところから8マス伸ばすんでしたよね。3、4、7、8マス置いたら、はい、下の床とリンクするように伸ばしていくんでした。そして埋めていく。はい、1個完成。そしたらですね、はい、また縁に立ちまして8マス伸ばす。で、あとは折り返していく。あれ、もうちょっと皆さん飛ばそうとしてませんね。視聴者さんもプロになってきちゃってさ、もうキヨキヨの2倍速で見てない。今10秒スキップしてたどり着いた人いない大丈夫ですよね。ぜひね、もうキヨキヨチャンネル、視聴者さんにお役立ちするチャンネル作って100万人登録目指してるわけですけど、視聴者さんにお役立ちできたらもうそれで私の目標達成でございますね。この動画の再生回数をですね増やそうなんて思ってない。もちろん見ていただけたら嬉しいですよ。ただね、視聴回数10回ね、その10回の方が大喜びしてくれた、それが私嬉しい。ぜひ登録もね、ぜひね、100万人登録まであと、いやもう遠いのか短いのか分かりませんけど頑張ります。置いてドカーンと置き終えました。お疲れ様です。今作られているのが下が1層目ですよね。で、2層目、3層目についに着工してます。ここまでできたらね、はい、おなじみの壁立て選手権です。はい。もうドカーンと3マスずつ立ててくださいね。で、今、下の1層目、2層目に敵が湧いているかというと湧いてません。湧いてないのが正常です。最初にお伝えした演算距離の話の、敵が湧かないゾーンに層がそもそも入っていますんで、まず湧かないのと、あと天井をつけないと統合版はね、敵が湧かない仕様になってますんで、湧いてなくて安心してください。はい、壁が立ちました。お疲れ様です。今、確認してみますか？
1層目、はい、2層目、そして3層目です。もうここまで来たら、もうちょっとね、半分ぐらいの方が、今ね、もう10秒スキップでここら辺見てません。もしね、見てるよ、キョキョさんって方いたらね、コメントください。ね、もし作れたら作れたよって教えてほしいですし、わかんないことあったらね、すぐコメントください。最新版の仕様をすべてリサーチして、全員の方にお返事いたします。キョキョチャンネルではもう本当に視聴者さんに安心して作っていただきたいので、もう私もね、もう勉強中でございますんで、一緒に前から楽しみましょう。で、もう、はい、3分の1の方10秒スキップで見てませんが、中央置いて、1マス置いておく、1マス置いておく。これをやっていきます。もうさすがに皆さんプロでしょう。ただ気を抜かないでください。気抜いた瞬間ね、置きミスありますから。ドカーンと置き終えました。素晴らしい、お疲れ様です。で、ここからですね、蓋を作っていきます。屋根ですね。今確認してみましょう。水路の1層目、2層目、そして3層目ができました。キヨキヨさん、俺3層じゃ満足しねえやすって方は最大7層まで作ることができます。はい、さすがに7層まで作りたいという方いらっしゃらないかなとか思いますけど、まあでも猛者の方は作ると思いますけどね。まず作ってよかったな、嬉しいな、嬉しい効率だなっていうのは3層です。で、よりステップアップしたい方は5層で、5層でも俺はもうちょっともう7層でもう一生天空トラップタワー作らないっすっていう方は7層、最大7層までいきます。で、この今置いたね、3マス立て積みしてますでしょ。3マス目に壁、天井を張っていきます。もう本当にドカーンとね、置いていくだけです。まあもちろんこうやって2マスずつ置いて、まあなんか1マスをこう横置きしてもいいんですけど、仮ですけど、4マス目とかにこう1回さ、ブロック置いちゃうでしょ。そうすると中空洞3マスになるんで、あとはもう横置きで走りながらこうダーって置いて、まあたまにもちろんミスするんですけど、こうやってガーって置いちゃう方がね、結構楽に作れちゃったりします。3D プリンターみたいな感じで。で、自動で置いて、で、また4マス目にこうちょっと目安ブロックというか柱をね、こう立てていって、で、あとはもうこう 3D プリンターみたいに置いていく。で、結構ミスります、普通に。ただまあまあ壊せばいいんでね。よいしょ。で、ここまで来て皆さんお気づきだと思うんですけど、もし、こんな大量に大変な作業をした後に、自分が作ったバイオームが天空トラップタワーに適してないバイオームだった時の地獄さ、これは絶対に視聴者さんに味わっていただきたくないので、究極チャンネルでは作る前の注意点必ず記載してます。絶対ね、毎回読んでくださると嬉しいです。はい、置き終えました。で、ここで、はい、テンション上がっちゃダメです。ここで一回深呼吸をしてですね、上に松明を置いていきます。これ忘れた瞬間終わります終わりますってやめて。もっとなんか救済処置ないんですか？ないんです。はい、そうしないとですね、この上に、ゾンビやクリーパー、スケルトンが湧いちゃって装置がぶっ壊れるというか、そもそも機能しなくなりますんで、まあこんだけ置いときゃいいでしょう。まあ本当に厳密に、マス数数えておくこともできるんですけど、まあもう多い方がいいっすよ事故りたくないんではい、お疲れ様です。で、まだですよ。いきますよ。こっから細かいとこいきますよ。一回下見ていただいて、ここで落下したら間違いなく即死です。はい。なんで、最初に無限水源作ったじゃないですか。途中でね、この水を垂らします。はい、お疲れ様です。ちゃんとね、取ってくださいって私お伝えして、取ってくれてましたかね。そこ願ってるわけですけれども、そうすると、水流エレベーターがジョーンとね、下までできて、ゆっくり降りれますんで、この上空にはもう二度と戻ってこないので、下、バケツこ入りながら、水取っちゃってください。そうするとね、このように、水流が、下っていきながら、プレイヤーも一緒に降りることができます。ただ、中央にいないといけないんで、ちょっとコントロールしてください。で、でも、今見てください。下に、ドカーンとね、水が広がってるでしょ。そしたら落下しちゃって OK です。落下しなくても OK ですよ。よいしょと。はい、そしたら、ノーダメで戻ることができます。で、もしね、今この水流で、松明、はい、ここら辺もし置いてた場合、ね、ここら辺にもし置いてた場合、松明剥がれちゃってますんで、必ず松明復活させてあげてください。もうこの辺とかちょっと薄暗くなってるでしょ。天空にこんなでかい装置あるんで、下が真っ暗になっちゃって、下ついた瞬間クリーパー畑になってたりするんでね、たまに。はい、湧き潰ししました。そしたら、最初覚えてますか？はしごちょっとつけたでしょ。いや、もちろんね、この4面のどっかなんですけど、そんなね、厳密にね、見なくてもいいんですよ。本当に気になる方は、ビデオ設定から視野ね、30度にして、こうするとちょっとズームできるんですよ。どっちだ？ただね、はしごを見つけるというよりも、この上がった時に、床にぶち当たんなければいいんで、ここですね。この最初に立てた 2×6、ね、覚えてますか？ 2×6 で後ろに2マスずつ追加した床です。床に繋がりゃいいんでね。そんな厳密じゃなくてもいいですけど、あとは、こう、はしごをかけながら登っていきます。で、オラーっつって、ちょっと下下がりながらこう置いていって、ゆったり置いていきましょう。ドカーンと張って、はい、もうすぐです。よかった。合ってた。はい、繋がりました。お疲れ様です。
で、ここで松明が置いてないと、ここ真っ暗になっちゃって、たまにクリーパーとか湧いてたりする可能性あるんで、最初に置いてました。もう落ちてきて、もう降ってきてる。降ってきてますよ、すぐに。で、すぐ借りたいところなんですが、ここからアップデートなんかもね、どんどんしていきます。まず、床をこういう風に増設しちゃって OK です。いいんですかと。怖くないと思われる方もいますが、結構増設してもいいんですよ。ただ注意点あります。増設したら必ず湧き潰しをしてください。ここ暗いと、ここにまた湧いちゃって上の効率悪くなります。もう降ってきてますね。で、例えば仮ですが、ここにチェストを置いてあげて、どんどんね、仕分けたりとか、上手い方とかだと、銅ゴーレムで仕分けたりすることもあるでしょう。うわ、すごいよ。あとは、夜が来てちょっと嫌だなって方、ファントム嫌だなって方は、ここにベッドを置いてですね、リスイス設定したりとか、ちょっと壁作ったりして、落ちないようにしたりですとか、フェンス置いてもいいでしょう。必ず湧き潰し、これは徹底してください。そうなりましたら、私もサバイバルにしてやってみましょう。ちょっと今、ダメージが、ちょっと一回経験値とダメージ入っちゃってるんで、一回死んじゃいます。もちろん死ぬと演算距離外にプレイヤーが入るんで、モブは消えます。これがね、演算距離の面白いところなんですよ。つまり、私、湧いている状態で下行ったら、敵消えましたよね。つまり、天空に行くと下の敵消えるんですよ。消えた上でどこに読み込まれるかというと、この上に読み込まれるという、これが天空トロプターの一番面白いところ。それでは今私、いいね、嬉しいわ。サバイバルで経験値もゼロで、どういう挙動をするかというと、むっちゃ降ってきてない普通に。例えば、剣にですね、ドロップ増加とダメージ増加つけておくとすごくスムーズになります。いきますよ、いきます。おら、すごい。これやばくね？いや、マジで神じゃん。うわ、すごい。これマジで神。さあ、そして、ドロップ増加ついてるでしょ。なんで、このようにまず火薬、ちょっと集まりました。まずこの数秒で。骨も集まりました。そして、こういうちょっといらない系も集まっちゃいましたけど、いらない系は銅ゴーレムとかでいろいろね、処理してもらうかもうグッバイしちゃうっていうね。そういう可能性あります。もう湧いてるよ。待って、統合版でこんな効率よく作れたの俺初かも。ちょっとね、爆発がね、これちょっとどうしてもしたくないじゃないですか。爆発をどうにかしないように、なんでクリーパーと目が合わないことっていうのが重要です。だから、もうほんと最接近して、こうやってしゃがめば、顔見れちゃうでしょ。危ない。なんで、ちょっと微調整大変ですが、やってみてください。で、あと、トライデントキラーですね。ピストントラップで、やりたい方は、この段にフルブロックを置いて、周りに、ピストントラップを置いて、上からトライデント差し込むっていう形にしてみてください。これマジで最高でしょ。動画の説明欄には、作った後動かないなどのトラブルシューティングすべて記載してます。その上で、わからないことあったら質問ください。最新の仕様を調べて、すべてお返事させていただきます。急遽チャンネル、視聴者さんにお役立ちする動画を作って100万人登録目指してます。こちらの顔のボタンからチャンネル登録していただけると本当に嬉しいです。そして他にも装置作りたい方はこちらをご覧ください。ということでご視聴ありがとうございました。